余命巫女背を宣告された大富豪が、路上で暮らす5人の少年を養子に迎えたとき、人々は嘲笑したが、その真の目的が自らの運命さえも覆す壮大な計画の序章に過ぎないことを、まだ誰も知らなかった。この物語は、単なる美談ではない、見捨てられた子供たちが持つこわるべき才能と、死を待つばかりだった男の魂が共鳴し、金と権力が支配する非常な世界に仕掛けた、前代未聞の復讐と奇跡の記録である。虎ノ門ヒルズの52階、影山建造のペントハウスオフィスのマホガニーのデスクに、一通のマニラ封筒が置かれていた。その薄さとは裏腹に、長く暗い影を落としている。床から天井まで続く窓の外には、東京の街が宝石箱のようにきらめいているが、その輝きは、この簡素な封筒に封じ込められた絶望には気づいていないようだった。巫女背、主治医が部屋を去ってから支配していた沈黙を、影山はついに破った。余命、巫女背だと。その言葉は、彼の壁を飾る希少なアート作品のように、確かな実体を持って空中に漂った。58歳にして、影山建造は大陸を股にかける帝国を築き上げた。モーガン・インベストメンツのロゴは12カ国のビルに掲げられ、その純資産は小国の国家予算を羨ませるほどだった。だが今、その全てが何の意味も持たなかった。影山はシルクのネクタイを緩め、30年もののスコッチをグラスに3フィンガー分注いだ。琥珀色の液体が沈みゆく夕日を捉え、それを唇に運ぶ。灰のような味がした。私は、一体どんな遺産を残すというのだ。誰もいない部屋に、彼は問いかけた。役員会議で常に威厳を保っていた彼の声は、今や自分の耳にさえ空虚に響いた。5年前に、妻の悦子が同じ病で言った。2人には子供がいなかった。帝国を築くのに忙しすぎた。いつだって、後で時間はあると思っていた。だが、もうその後がない。影山は窓辺に移動し、眼下をアリのように行き交う人々を眺めた。このうちの何人が、家族の待つ家に急いでいるのだろうか。誰かが待っていてくれる人間は、どれだけいるのだろう。その考えは、孤独の巨大な波となって彼に押し寄せた。記憶が洪水のように蘇る。ブロンクス、ではなく東京の下町、北千住の狭いアパートでの子供時代。父親が蒸発した後、3つの仕事を掛け持ちしていた母の姿。そこから抜け出すための切符となった奨学金。そして、頂点への執拗な登攀。二度と弱くはならない。二度と誰をも必要としない。と彼は自分に誓った。そして、彼は見事に、そして恐ろしいほどに成功した。ポケットのスマートフォンが震えた。また役員会議、また企業買収、また数十億の利益が口座に加わる。その口座も、もうすぐ彼の顔さえ知らない遠い親戚のものになるだろう。宇宙の支配者、影山建造は、一人で死のうとしていた。彼は手つかずのグラスを置き、ネクタイを締め直した。冷酷なビジネスマンの仮面が、再び彼の顔に戻る。書類をまとめながらも、彼の内側で何かが、根本的な何かがひび割れていた。エレベーターに乗り込むと、影山は静かな誓いを立てた。残された日々を、意味のあるものにする。ただ、それが何なのか、どうすればいいのか、彼にはまだわからなかった。エレベーターのドアが、彼が築き上げた帝国と、その中に含まれる虚無を閉じ込めた。チャリティー柄は、耐え難いものだった。深夜の東京の街を運転手が運転する中、影山は蝶ネクタイを直した。彼の心は診断結果に何度も戻っていた。巫女背、彼の病状の噂を嗅ぎつけた者たちからの、同情的な囁きと計算高い視線は、彼を株価が暴落している商品のように感じさせた。次の角を右だ。ジェームズ影山は突然指示した。家に帰る近道だ。リムジンは狭い通りに入り、ヘッドライトが夜のために閉ざされた店先を照らし出した。二つのビルの間の路地に差し掛かった時、影山は影の中に動きを垣間見た。車を止めてくれ。しかし、旦那様、少しの間だ。運転手の心配そうな抗議を押し切り、影山は12月の冷気の中に足を踏み出した。天気予報では、朝までに雪が降ると言っていた。彼は慎重に路地に近づいた。イタリア製の革靴が舗装路でカツンと音を立てる。5つのうずくまった姿が見えてきた。段ボールと新聞紙を毛布代わりにしている少年たちだった。一番年上でも15歳を超えていないだろう。一番小さい子は、おそらく7つか8つ。彼らはすぐに目を覚まし、危険を察知した獲物のように警戒した。落ち着け。影山は両手を上げていった。警察じゃない。一番年上の少年が、他の子たちを守るように前に立った。俺たちは兄も悪いことしてね。
ここは私有地だけど、工事が始まるまではいていいって、持ち主が、影山は、彼らが数少ない所持品をきちんと整理していることに気づいた。彼らの目には、知性が宿っていた。特に一番年上と、一番小さい子に。名前は、彼は尋ねた。沈黙。やがて、一番年上の少年が再び口を開いた。俺は陸。こいつらは空と海。彼は12、3歳くらいのそっくりな双子を指さした。あれが春芸術家のような手をした、痩せた11歳の子だ。そして、大きな目をした、一番小さい少年。兄弟か。血はつながってない陸は答えた。境遇が同じなだけだ。影山の心の中で、長い間死んでいたと思っていた何かが、かき混ぜられた。非合理的で、強力な衝動が彼を掴んだ。今夜は雪が降る。彼は言った。近くに私の家がある。暖かいベッドと、熱い食事がある。彼らの目には、すぐさま疑念が浮かんだ。見返りは求めない。影山は付け加えた。今夜だけだ。クリスマスシーズンでもあるしな。少年たちが囁き声で相談している間、影山は待った。運転手は車から信じられないという顔で見ていた。やがて、陸が顔を上げた。一晩だけだ。俺たちは一緒にいる。いつでも出て行ける。それでいい。20分後、ペット一匹飼ったことのない影山健三は、5人のストリートチルドレンが彼のペントハウスに用心深く入ってくるのを見ていた。彼らは広大なリビングルームで身を寄せ合って立ち、周囲の豪華さに畏怖と恐怖を同時に感じているようだった。キッチンには食料が揃っている。影山は言った。寝室はあの廊下の先だ。バスルームには必要なものがすべてある。何かあれば、私は書斎にいる。彼が去ろうとした時、一番小さい春が声をかけた。どうして、こんなことをするの？影山は立ち止まった。それは彼が完全には答えられない質問だった。代わりに、彼はただ言った。できるからだ。しかし、その夜遅く、一人で書斎に座り、空っぽだった彼の家を一時的に満たす生命のかすかな音を聞きながら、彼は計画を練り始めていた。あまりにも突拍子もなく、彼自身でさえ自分がそれを検討しているとは信じがたいほどの計画を。明日彼は弁護士に電話するだろう。影山の東京の豪邸は、常にショーケースだった。火の打ちどころがなく、完璧で、全く生命感がない。今、若い声の反響が、大理石の床とデザイナー家具に跳ね返っている。これは正気の沙汰じゃない。影山の20年来の顧問弁護士である冬芝は、書斎の戸口から少年たちを見ながらつぶやいた。5人の子供たちは一つのユニットのように動き、決して互いから遠く離れることはなかった。一時的な保護ならまだしも、養子縁組ですよ。5人全員を、あなたのその状態で、影山は、双子の空と海が技術的な好奇心で全てを調べている様子や、春が芸術家の指でアンティークの花瓶の模様をなぞっている様子、陸が常に出口と貴重品の数を数えている様子、そして小さな春がスポンジのようにあらゆる詳細を吸収している様子を観察していた。私の状態が、まさにその理由なのだよ。冬芝君、影山は答えた。書類の手続きを進めてくれ。3日が経ち、緊張は高まっていた。少年たちはふざけ合っているうちに、値段のつけられない花瓶を割ってしまった。影山は彼らを厳しく叱りつけた。陸は、何時間も続く無言の抵抗を組織して応酬した。4日目の夜、影山は春が彼の書斎の鍵を開けようとしているのを見つけた。何をしている？彼は問い詰めた。小さな少年は飛び上がった。僕は、あなたの本が見たかったんだ。頼めばよかっただろう。春の目は細められた。大人は普通、俺たちに、いいよなんて言わない。その率直さは影山を打ちのめした。彼はドアの鍵を開けた。まあ、私は今、いいと言っている。少年は広大な書斎を探検しながら、顔を輝かせた。影山がもう寝る時間だと言うと、春は尋ねた。一冊、読んでいってもいい？陸がみんなに教えてくれたんだ。春は誇らしげに言った。生き抜くためには、金より知識だって。影山は彼に、簡略化された天文学の本を手渡した。まずはこれから始めなさい。最初の週が終わる頃には、混沌として居心地は悪いが、それでも一つの日課が生まれていた。少年たちは、とりあえず境界線を試してきた。予定されていた夕食が、発火点となった。こんなの食えるか？春は、完璧に調理された鮭のムニエルを押しやりながら宣言した。出されたものを食べなさい。影山はきっぱりと言った。ここに来たいなんて頼んでない。陸が反論した。だが、お前たちはここにいる。清潔な服を着て、頭上には屋根がある。沈黙が落ちた。すると、春の小さな声が響いた。最後にタダで飯をくれた奴らは、
俺たちが寝てる間に警察を呼んだんだ。その無邪気な告白が空中に重く垂れ込めた。影山はフォークを置いた。ここではそんなことは起きない。彼は静かに言った。約束する。春は厳粛にうなずいた。わかってるよ。あなたは病気なんだ。俺たちが必要なんじゃなくて、あなたの方が俺たちを必要としてるんだ。影山はじっと見つめた。なぜ私が病気だと。あなたの薬だな。時々、苦しそうに顔をしかめること。俺たちが来ると隠す書類。春は肩をすくめた。子供は何も気づかないって、みんな思ってる。他の少年たちは居心地悪そうにしていたが、驚いてはいなかった。彼らは知っていたのだ。それが、お前たちがここに泊まった理由か。影山は、彼ら全員に向けて尋ねた。同情か。陸は答えた。彼の路上で鍛えられた目に、突然、脆さが浮かんだ。俺たちがここにいるのは、あんたが初めて、俺たちから何かを欲しがらなかった人間だからだ。たとえそれが、あんたが死にかけてるからだとしても、その残酷なほどの正直さが、部屋の何かを打ち破った。影山は笑った。彼自身でさえ驚くほどの、本物の笑い声だった。彼は言った。少なくとも、これで正直になれたわけだ。その夜、初めて、豪邸は違って感じられた。まだ家とは言えないが、もはや単なる建物ではなかった。影山は時折聞こえる足音や囁き声に耳を傾けながら、眠れずに横たわっていた。彼の完璧な孤独を乱す、馴染みのない生命の音。それは恐ろしく、そして素晴らしかった。その話は、影山が予想していたよりも早く広まった。末期がんの億万長者、5人のストリートチルドレンを養子に、という見出しが、日本の経済新聞の一面を飾った。朝までには、彼の電話は鳴りやまなかった。無視しろ。影山は、春の蝶ネクタイを直しながら、火星スタッフに指示した。5人の少年全員が、仕立ての良いスーツに不快そうに身を包んで立っていたが、そのスーツでさえ、彼らの路上で鍛えられた体を完全に隠すことはできなかった。なんでまた、こんなものに行かなきゃならないんだ。空が襟を引っ張りながら尋ねた。なぜなら影山は辛抱強く言った。毎年恒例の小児病院への寄付の会は重要だからだ。それに、人々が俺たちの噂をしているからだろう。陸がきっぱりと言った。影山は彼の目を見た。そうだ。そして私は、彼らに、私が見ているものを見せたいのだ。帝国ホテルの大宴会場は、東京のエリートたちでこうめいていた。影山が子供たちの側近を連れて入ると、会話は一瞬静まり、そして囁きが始まった。手入れの行き届いた手とクリスタルのシャンパングラスの陰で、ほとんど隠されることなく、影山もとうとう猛録したか。末期がんの診断は、人を気候に走らせるものだ。死ぬ前の売名行為だろう。あの獣たちが、彼の遺産を食い散らかすぞ。影山の最大のライバルであり、橘グローバルの CEO である橘五郎が、捕食者のような笑みを浮かべて近づいてきた。影山さん、これはご事前なことで、今夜はあなたの、プロジェクトをお披露目ですか。影山は、隣に立つ陸がこわばるのを感じた。彼らは私の息子だ、橘くん。プロジェクトではない。橘の笑みは、目には届いていなかった。もちろん。しかし、モーガン・インベストメンツの取締役会が、あなたのその父親ごっこに賛同しているかどうかは疑問ですがね。特に、あなたの健康状態を考えれば、私の健康は私の問題だ、夫。しかし上場企業のリーダーシップは、みんなの問題ですよ。橘は少年たちの方を向いた。それで、君たちストリート起業家は、このハイファイナンスの世界をどう思うかね。何か懐に入れたくなるようなものは見つかったかい。影山が割って入る前に、陸が一歩前に出た。実は、橘様。私は影山様の四半期報告書を拝見しておりました。御社の負債資本倍率は、業界標準と比較して懸念すべき水準にあるように見受けられますが、周囲は静まり返った。橘の顔が曇った。口を慎め、小僧。お前のようなものが口を出す場所ではない。御社のポートフォリオのパフォーマンスのほとんども、ここに属してはおりませんが、陸は冷静に返した。ダイヤモンドを身につけた女性が息を飲んだ。橘の手が、陸を殴りつけんばかりに引きつった。影山が二人の間に割って入った。私の息子は、数字に才能があるようでしてね。影山は、息子という言葉を強調した。あなたも耳を傾けるべきかもしれませんな。橘はせせら笑った。あなたの、息子さんたちは、人心掌握術に長けているようだ。皆、何が起きているか分かっている。あなたは死にかけているんだ、影山。このドブネズミどもが、あなたが築き上げたものを手渡すように、あなたを言いくるめたんだ。
貝が前に飛び出したが、双子の空に捕まえられた。あの人のことをそんな風に言うな。部屋は完全に静まり返り、すべての目が彼らに注がれていた。そろそろ、我々は早めに失礼させてもらうとしよう。影山は、殺意のこもった冷静さで言った。行くぞ、息子たち。人々の群れが割れて道を開ける中、彼らが歩いていくと、小さな春が突然立ち止まり、立花と集まったエリートたちの方を振り返った。あんたたちは、あの人が死にかけてるから、俺たちがあの人を利用してるって思ってるんだろう。小さな少年ははっきりとそう言った。でも、あの人が病気になった時、あの人を一人にしたのは、あんたたちじゃないか。その真実が、クリスタルのように空中に漂った。影山が新しい家族をボールルームから導き出す間、誰も口を開かなかった。リムジンの中で、影山は怒りや、あるいは涙を予想していた。しかし、少年たちは静かだった。やがて、俊がようやく尋ねた。あの人たちがどう思うか、気にしてる。影山は考えた。以前は、非常に気にしていた。じゃあ、今は、彼を守ってくれた、この5人の武田家しく、忠実な子供たちを見た。彼の金ではなく、彼自身を、その認識は、稲妻のように彼を打ちのめした。今は、君たちがどう思うかが重要だ。君たち全員が、少年たちは、線を交わした。路上で培われた、無言のコミュニケーション。やがて、陸が彼らを代表していった。だったら、俺たちはこう思う。これは、俺たち対奴らの戦いだ。彼は簡潔に言った。そして、俺たちは負けない。影山健三は、失敗に慣れていなかった。チャリティー柄での屈辱は、彼の内なる何かに火をつけた。彼の息子たちが、嘲笑ではなく尊敬に値することを証明するという決意だ。ディナーパーティーを主催する1週間後、彼は朝食の席でそう宣言した。東京で最も影響力のある人々を、ここに招待する。少年たちは、疑念に満ちた視線を交わした。どうして、芸術的な手つきで神経質に銀食器を並べ替えながら、俊が尋ねた。奴らは俺たちを嫌っているのが、はっきりしたじゃないか。なぜなら、影山は説明した。この世界では、尊敬は勝ち取るものだ。時には、人々の間違いを証明することによってな。それからの2週間で、豪邸は訓練場へと姿を変えた。影山は、都内でも最高と名高い作法教室の講師を雇った。マダム・ボーモンと名乗るその厳格なフランス人女性は、軍隊のような厳しさで彼らの生活に乗り込んできた。背筋を伸ばして、ナイフは右です。空、トーマス、手を伸ばしてはいけません。塩を取ってくださるよう、お願いするのです。少年たちは、食事作法、会話のトピック、社交上のたしなみに関する終わりのないレッスンに耐えた。自己紹介の練習をし、招待客の経歴を暗記した。影山は彼ら一人一人にスーツをオーダーメイドであつらえ、彼らが徐々に、少なくとも外見上は変貌していくのを、予期せぬ誇りを持って見守った。馬鹿げてる。最終リハーサルの最中、カフスボタンを調整しながら陸がつぶやいた。奴らが俺たちを受け入れるわけがない。これは受け入れられるためのものではない。影山は、自分自身でも驚くほどの気づきを持って答えた。これは尊厳のためだ。君たちが選んだどんな場所にでも属しているのだと、彼らに示すためのものだ。ディナーパーティーの夜が来た。豪邸は輝いていた。見事なフラワーアレンジメントがすべてのテーブルを飾り、彼らが雇った世界的に有名なシェフは、最も肥えた舌を持つ客でさえ感心させるであろう7品のコース料理を用意した。7時が来た。7時半になった。8時になっても、30通の招待状のうち、到着したのはわずか6組の夫婦だけだった。影山は、それが計算された侮辱であることを即座に理解した。交通渋滞かもしれませんわ。彼の家政婦はそう言ったが、その目には同情の色が浮かんでいた。数少ない出席者たちも、その軽蔑を隠そうとはしなかった。少年たちが近づくと会話は途切れ、質問は、まるで息子たちが目に見えないかのように影山に向けられた。俊が誤って水のグラスを倒してしまったとき、忍び笑いはほとんど隠されていなかった。限界点が来たのは、デザートの時だった。著名なヘッジファンドマネージャーの妻であるレジーナ・ウィットフィールドが、誤って赤ワインを俊の新しいスーツにこぼしてしまったのだ。あら、大変。彼女は、全く悪びれる様子もなく言った。なんて不器用なのかしら。でも、上等な聖地というものは、それに慣れていないものには無駄ですわね。影山は、俊の顔に傷ついた表情がよぎるのを見た。少年が、虐待に慣れた者の習い性となった無関心を装う前の、
一瞬の表情を。彼が割って入る前に、ウィットフィールドの夫が別の客に話しているのが聞こえてしまった。影山の死のとこでの慈善プロジェクトは、なかなかの見物じゃないか。彼がくたばった後、ドブネズミたちが彼の財産を食い尽くすのに、どれくらいかかるものかね。部屋が凍りついたようだった。影山は周りを見回した。嘲笑する顔、ほとんど隠されていない部別。そして、彼の目は息子たちを捉えた。5人の子供たち。他人が望むものになろうと、必死に努力している。戦う必要などなかったはずの場所を、勝ち取るために。影山健三、冷酷無比なビジネスマン、競合他社を情け容赦なく叩き潰してきた男の内側で、何かが壊れ、そしてより強いものへと再構築された。彼は立ち上がり、注意を引くためにグラスを軽く叩いた。今夜は皆様、お越しいただき誠にありがとうございます。彼の声は、落ち着いていた。あなた方の存在は、私の息子たちにとって、そして私にとっても、非常に教育的なものでした。困惑した視線がテーブルの周りを巡った。実を言いますと、私は、あなた方の承認が必要だと考えて、この場に皆様をお招きしました。私の息子たちにも、それが必要だと。影山は春の肩に手を置いた。私が間違っておりました。今夜、私は、東京で最も素晴らしいスーツのいくつかが、最も貧しい人格を覆い隠していることを学びました。部屋中に、息を飲む音がさざ波のように広がった。このディナーは、これにて終了です。影山は宣言した。ジェームズが皆様を出口までご案内します。呆然とした客たちが去った後、6人の影山家の人間は、巨大なダイニングテーブルで沈黙の中に座っていた。俺たち、失敗したのを春が小さな声で尋ねた。影山は、彼らの意気消沈した顔を見て、これまで経験したことのない猛烈な保護欲を感じた。いいや、彼はきっぱりと言った。失敗したのは彼らの方だ。彼らは、私が見ているものを見ることに失敗したのだ。それって、何？空が尋ねた。影山の声は柔らかくなったが、確信に満ちていた。尋常ならざる状況を生き延びた、5人の並外れた少年たち。そして、並外れた機会を与えられるに値する存在だ。彼は一息ついた。そして我々は、その機会を、我々自身の手で作り出すのだ。彼の家に入ってから初めて、5人の少年全員が、彼に向かって同時に微笑んだ。それは、彼がこれまで結んできたどんなビジネスディールよりも価値のある、小さな奇跡だった。豪邸は変貌を遂げた。これまで家のことを常にスタッフに任せてきた影山は、新しい家族のための空間づくりに深く関わる自分に気づいた。フォーマルな応接室は、特大のソファが置かれた快適な団らんの場となり、めったに使われなかったキッチンは拡張され、6人全員が様々な成功度合いで挑戦する料理教室に対応できるようになった。これで煙探知機を鳴らしたのは3回目だ。特に意欲的だったラザニア作りの試みの後、キッチンを換気しながら空が笑った。もう消防署は俺たちの名前を覚えてるだろうな。甲斐が顔からソースを拭いながら付け加えた。影山でさえ、その笑いに加わった。何年もの間、沈黙しか知らなかった家で、その音は次第にありふれたものになっていった。数週間が経つにつれ、影山はそれぞれの少年の明確な興味がよりはっきりと現れてくるのに気づいた。ある静かな午後、書斎で、彼は陸が財務報告書に没頭しているのを観察した。それがわかるのか、影山は純粋に驚いて尋ねた。陸は視線を上げずにうなずいた。数字割りにかなってる。人間はそうじゃない。影山は、かつての同僚で、数学の天才から投資の権威へと転身した人物に、陸の家庭教師を依頼した。少年の才能は、彼ら二人を驚愕させた。双子は、影山が彼らが彼の予備のラップトップを分解し、再組み立てしているのを見つけたときに、テクノロジーへの情熱を明らかにした。元に戻せるよう、彼らは声を揃えて叫んだ。それを期待している影山は答え、そして付け加えた。東棟にエンジニアリングラボがある。今からそこは君たちのものだ。旬の芸術的才能は、紙くずを芸術作品に変える落書きを通して現れた。影山は著名な芸術家を雇って彼を指導させ、旬の自身がスケッチの一枚一枚と共に成長していくのを誇らしく見守った。一番年下の春にとって、それは本だった。特に科学と医学。ある夜、影山は、彼が書斎の医学書に囲まれて座っているのを見つけた。これが読めるのか、影山は、複雑な解剖学の本を手に取って尋ねた。ほとんど春は答えた。体は機械みたいなものだから、部品を理解すれば、壊れたところを直せる。
影山の眉が上がった。そうなのか。少年は真剣にうなずいた。あなたみたいにね。あなたは壊れている。でも、永遠にじゃないかもしれない。その無邪気な言葉は、影山を強く打ちのめした。彼の健康状態が悪化し、疲労感が絶え間なく続くようになり、痛みがより強い薬を必要とするようになるにつれて、彼は避けられない事態への準備を始めていた。彼の弁護士は養子縁組を固め、遺言を更新し、少年たちが確実に面倒を見てもらえるようにした。しかし、彼は自分の運命を受け入れていた。今までは、その夜、影山は世界中の専門家に電話をかけた。朝までには、学術的なものだけでなく、各少年の特定の興味分野に合わせた家庭教師のチームが編成された。学習スペースが作られ、スケジュールが組まれると、豪邸は新しいエネルギーで満ち溢れた。どうして、こんなことまでしてくれるんだ。ある晩、陸は、明らかに疲労しているにもかかわらず、彼らの教育計画を見直している影山を見つけて尋ねた。影山はその質問を考えた。巫女背前なら、彼には答えがなかっただろう。今、彼には5つの答えがある。時間は貴重だからだ。彼は簡潔に言った。そして私は、私の時間を、できるだけ多く君たちに与えたい。彼が言わなかったことを、彼が自分自身に認めることさえできなかったのは、この5人のストリートで鍛えられた少年たちが、彼の妻と共に死んだと思っていた何かを、いかにして呼び覚ましたかということだった。希望、目的、そして、おそらく彼は戦う価値のある何かを見つけたと信じる。その脆い信念を、その夜遅く、痛みが影山を眠らせなかった。彼は水を飲むためにキッチンへ向かい、薬を飲もうとした。その時、書斎から聞こえてくるひそひそ声に凍りついた。午前3時、5人の少年全員が眠っているはずだった。彼は静かに、部分的に開いたドアに近づいた。門限を破った彼らを叱りつける準備はできていた。しかし、彼が代わりに見たものは、すべてを変えることになった。影山は、戸口に静かに立っていた。破られた門限に対する怒りがこみ上げてくる。書斎は薄暗かったが、5人の少年全員が、大きな木材のテーブルにかがみ込み、本の山と書類に囲まれているのが見えた。医療ジャーナル、財務報告書、そして複雑な図表が、あらゆる表面を覆っていた。彼らを叱責しようと一歩前に出たとき、春の小さな声が彼を止めた。この治療プロトコルは修正が必要だ。彼の癌のタイプは、この組み合わせの方によく反応する。ほら、見て。その子供は、影山が彼自身の主要専門医のオフィスで見たことのある、複雑な医療チャートを指さした。実験的な治療へのアクセスが必要になるな。陸が、計算式を走り書きしながら答えた。それには金がかかる。莫大な金が。それは、このアルゴリズムを使えば生成できる。空がいい。甲が同意してうなずいた。十分にズームアウトすれば、市場のパターンは予測可能だ。俊は何かをスケッチしていた。影山には、それが医療機器の詳細な図面であることが分かった。一体、何が起こっているんだ。影山の声が、ナイフのように部屋を切り裂いた。5つの頭が一斉に上がった。罪悪感と恐怖に凍りついた顔。一瞬、誰も話さなかった。やがて、陸がゆっくりと立ち上がった。あなたを救う方法を知っている。影山は、聞き間違えたのだと確信しながら、じっと見つめた。なんと言った。春が、用心深くフォルダーを握りしめながら近づいてきた。あなたの癌は、進行が早い。でも、あなたの主治医が試していない道筋があるんだ。影山はフォルダーを見て、そして少年たち一人一人の顔を見た。どうして、お前たちがそんなことを、俺たちは、人々が思っているような存在じゃない。陸が割って入った。俺たち全員がね、一人、また一人と、彼らは説明を始めた。陸は、捨てられたウォールストリート・ジャーナルを読んで独学で金融を学び、パターンと予測に関してほとんど超自然的な能力を身につけた。双子は、7歳の頃から捨てられた電子機器を修理し、再プログラミングしていた。俊は、複雑な医学的イラストを含め、見たものすべてを完璧な精度で再現できた。そして一番年下の春は、路上で悩まされていたどんな病気であれ、無料クリニックで治療してもらうのを待つ間、病院の待合室で何時間も医学書を読んで過ごしていたのだ。俺たちは、違うからこそ、互いを見つけたんだ。陸は説明した。俺たちみたいな子供は、一人じゃ生き残れない。影山は椅子に沈み込んだ。では、君たちは私が誰であるかを知っていたのか。あの路地であんたを見つけたとき、俺たちはあんたが誰か分かった。陸は認めた。モーガン・インベストメンツ。その前日、
経済欄にあんたの写真が載ってた。これを計画したのか。影山は、打ちのめされるような失望の波を感じた。すべてが計算だったのか。春の小さな手が、彼の手の甲に触れた。違う。あんたが俺たちを見つけることは計画してなかった。でも、あんたがそうしたとき、少年はためらった。あんたがそうしたとき、俺たちはチャンスを見たんだ。ただの隠れ家のためだけじゃない。何か重要なことをするためのチャンスを。重要、影山は繰り返した。あなたの資金があれば、通常なら数十年かかる研究に資金を提供できる。空が言った。そして、あなたは俺たちのアイデアを発展させるためのリソースをくれる。甲斐が付け加えた。あなたのような人々を助けることができるアイデアを。俊の声は、かろうじて聞こえるほどだった。影山は、目の前に広げられた仕事を見た。複雑な計算、革新的なアプローチ、5つの疲れ果てた目の後ろに隠されていた、純粋な輝き。なぜだ。彼はついに尋ねた。なぜ私を救おうとする。なぜただ遺産を待たない。少年たちは線を交わした。やがて、陸が彼らを代表して言った。あんたは初めて、俺たちを見て、守る価値がある何かを見出してくれた人間だからだ。その答えの素朴さが、影山の胸の中の何かを打ち破った。これらの子供たち、これらのブリリアントで、計算高く、傷ついた子供たちは、彼が死のうと計画している間に、彼を救う計画を立てていたのだ。見せろ。影山は、予期せぬ涙を拭いながら言った。すべてを、見せてくれ。マンハッタン、いや、東京の上空に夜明けが訪れる頃、6つの人影が書斎のテーブルにかがみ込んだままだった。彼らの影は一つに溶け合い、死そのものに対する陰謀を企てていた。彼らの啓示の翌朝、影山は医療チームとの緊急会議を招集した。医師たちは、彼が概説した代替治療アプローチを、礼儀正しい会議心を持って聞いた。それが子供から来たものであることは慎重に伏せられていた。彼らは、機関車が藁にもすがる思いでいる時に見せる。あの見下したような口調で、それを調べてみると約束した。彼らは助けてくれない。影山が家に戻ると、春が言った。その顔には不満が明らかだった。彼らは、あなたを必死だと思っている。私は必死なのだ。影山は椅子に沈み込みながら認めた。痛みは最近ひどくなっており、彼の残り時間が少なくなっていることを絶えず思い出させていた。ならば、我々自身でやる。陸が、路上で鍛えられた自信に満ちた態度で宣言した。リソースはある。その後の数週間、影山は驚きをもって、彼の間に合わせの家族が豪邸の一部を、プロジェクトフェニックスと名付けたものに変えていくのを見守った。東棟は研究スペースとなり、そこで春と俊が治療プロトコルに取り組んだ。影山は、彼のグローバルなコネクションを通じて、実験的な医薬品を入手するための慎重な手配を行った。一方、陸と双子は、双子のプログラミングスキルと陸の驚異的な金融センスを組み合わせた、革命的な市場予測アルゴリズムを開発した。影山はモーガン・インベストメンツの過去のデータを提供し、彼らが彼のトップアナリストたちでさえ何年も見逃してきたパターンをいかに迅速に特定するかに驚嘆した。診断以来初めて、影山は危険な感情が忍び寄るのを感じた。希望。それは長くは続かなかった。最初のトラブルの兆候は、モーガン・インベストメンツの取締役会議長であるダイアン・ペンブローク。いや、日本のビジネス界でその名を知らぬ者はいない高坂典子からの電話で訪れた。影山さん、取締役会が懸念しています。彼女は前置きなしに切り出した。あの子たちのこと、養子縁組、そしてあなたの健康状態。株主たちが神経質になっています。私の私生活は、取締役会の関心事ではない。影山は冷たく答えた。数十億ドルの価値がある上場企業の CEO が、末期疾患と戦いながら常軌を逸した決断を下し始めたときは、別です。2番目の警告は、翌日届いた。児童相談所の職員が、少年たちに対する匿名の福祉調査のために現れたのだ。彼女の質問は鋭く、その態度は疑り深かった。ここで安全だと感じますか？彼女は、影山に聞こえないと思って、春に尋ねた。今までで一番安全だよ。少年は、驚くほどの落ち着きで答えた。職員は去ったが、影山はその脅威を認識した。誰かが見ている。影響力のある誰かが。最後の確証は、彼の経営陣との定例ビデオ会議中に訪れた。彼の画面に、彼宛てではないメールの着信が短く表示された。彼の CFO から立花五郎へのメッセージで、後継者計画と買収の機会について議論していた。奴らはハゲタカのように群がっている。影山はその晩、少年たちに告げた。
橘は、私が職務遂行不能か死亡したとみなされた瞬間に、敵対的買収を計画している。ですね、陸が無表情に付け加えた。影山は厳しくうなずいた。彼は常にモーガン・インベストメンツを欲しがっていた。今、それが手の届くところにあると思っている。双子は顔を見合わせた。我々のシステムをチェックした空が言った。誰かが屋敷のセキュリティネットワークとあなたのプライベートサーバーにアクセスしようとしている。トーマスが付け加えた。高度な試みだ。影山の電話が鳴った。彼の警備主任からだった。旦那様、邸宅の周囲で不審な動きが。警察では監視車両です。電話を切った後、影山は息子たちに向き合った。誰かが、我々のやっていることが気に入らないようだ。彼らは俺たちが何をしているかさえ知らないのに、俊が抗議した。その通りだ。影山の顔が曇った。だが、彼らは何かを疑っている。私の常軌を逸した行動が、彼らの計画を脅かしているのだ。その夜、影山は警備が固められた書斎で家族会議を招集した。5人の少年たちは、彼が迫り来る脅威の概要を説明するのを真剣に聞いた。我々は今、複数の戦線で戦っている。彼は説明した。第一に、私の健康。これが中心的な戦いだ。第二に、コーポレートガバナンス。彼らは私を精神的に不適格だと主張して、CEO から解任しようとするだろう。第三に、養子縁組そのもの。彼らは私の保護者としての能力に異議を唱えるだろう。そして第四に、陸が続けた。アルゴリズム。もし彼らが我々が開発しているものを知ったら、影山はうなずいた。それは市場予測を革命的に変える可能性がある。数十億の価値がある。彼らはそれを盗むだろう。双子は同時に言った。あるいは破壊する。俊が付け加えた。静かに聞いていた春が、ついに口を開いた。分断して、征服する必要がある。全員の視線が、一番年下の少年に集まった。どういう意味だ？影山が尋ねた。あなたは俺たちに戦略について教えてくれた。春は説明した。数で劣るときは、敵の間に混乱を生み出せ。ゆっくりとした笑みが、影山の顔に広がった。彼らの注意を分断させ、互いに争わせるのだ。陸はすぐに理解した。彼のストリートで鍛えられた頭脳が高速で回転する。計画は、夜が更けるにつれて形になった。絶望の中で築かれ、しかし今やより強い何かで結ばれた6人の影山家の人間は、彼らの防衛策を描き出した。影山は、世間の注目を集める慈善活動に身を投じ、彼らの私的な活動から注意をそらす。同時に、慎重に植え付けられた情報を通じて、彼らは橘を他の潜在的な企業乗っ取り屋と対立させ、捕食者たちの間で混乱を生み出す。最も重要なことは、彼らがプロジェクトフェニックスを加速させることだった。春の実験的治療は直ちに開始され、一方、陸と双子は、より広範な研究に必要な資金を生み出すために、彼らのアルゴリズムの初期バージョンを展開する。危険だ。影山は警告した。我々全員にとって、これが、君たちが立ち去る最後のチャンスだ。私に何が起ころうとも、君たちのために安全で快適な生活を手配することができる。少年たちは、線を交わした。その、時々まだ彼を仲間外れにする、無言のコミュニケーション。そして、一人、また一人と、彼らはテーブルに手を置いた。家族は、立ち去らない陸が簡潔に言った。影山は彼らの上に自分の手を重ね、彼らの小さく、しかし力強い指の温かさを手のひらの下で感じた。見捨てられ、貧困と、ニューヨーク、いや東京の無慈悲な路上を生き延びたこの子供たちが、彼を選んだのだ。つながりの真の価値を理解するまで、死にかけていた男を。ならば、戦おう。彼は、感情が溢れ出しそうになるのを抑えながら、落ち着いた声で言った。共に、彼らの誰も、影山のプライベートな電話の小さな赤いライトが点滅し、誰かが一言一句を聞いていたことに気づかなかった。朝は、新たな目的意識とともに訪れた。かつては富のショーケースでありながら生命感のなかった影山の豪邸は、秘密の活動の拠点へと変貌していた。以前は倉庫と機械室としてのみ使用されていた地下階が、彼らが今や公式に、プロジェクト不死鳥と呼ぶものの神経中枢となった。セキュリティプロトコルアルファ、作動空が、キーボード上で指を飛ばしながら宣言した。屋敷システムを外部ネットワークから隔離。携帯電話の信号減衰フィールド、起動。階が付け加えた。我々の確保されたチャンネル以外、信号の出入りは一切なし。影山は、誇りと驚きが入り混じった気持ちで見守った。双子は、
検出を避けるために様々なペーパーカンパニーを通じて注文した部品を使い、わずか3日で屋敷の周りに技術的な要塞を築き上げたのだ。物理的な警備もアップグレード済みだ、陸が報告した。警備チームの半分を精査し、あなたの企業構造とは何の関係もない人々と入れ替えた。そして、治療は影山は春と春の方を向いた。春は詳細な医療チャートを広げた。フェーズ1は今日から開始する。修正されたプロトコルは、免疫機能を維持しながら癌細胞を攻撃する。彼は、その年にはあまりにも知りすぎた目で顔を上げた。良くなる前に、一度悪化するように感じるだろう。君たちを信じている、影山は簡潔に言った。春は、めったに使われないサンルームを治療スペースに変えていた。自然光が部屋にあふれ、そこに置かれた医療ベッドは、見慣れたようでいて奇妙に改造された機器に囲まれていた。投薬システムはカスタマイズされている。春は、彼の複雑な図面を指さして説明した。標準的なプロトコルは、健康な組織に薬を浪費する。これは、幹部のみを標的とする。影山はベッドに横たわり、最初の点滴のために袖をまくり上げた。春が、どんな看護師でも感心するほどの精度で薬を準備する間、影山は、おもちゃで遊んでいるべき子供の手で、がん治療のキャリブレーションが行われているという、その不条理さに思いを馳せていた。準備はいい、春が尋ねた。影山はうなずき、冷たい液体が彼の静脈に入っていくのを感じた。私が治療を受けている間、陸が私の代理としてオフィスに出る。私が息子にビジネスを指導することに、取締役会は反対できまい。治療は過酷だった。次の3日間、影山は意識が朦朧とする中を漂い、彼の体はがんと攻撃的な治療法の両方と戦っていた。少年たちは交代で彼のベッドサイドに付き添い、彼のバイタルを監視し、薬を調整した。痛みと薬の霧を通して、影山は彼らの声を聞いた。時には治療パラメーターについて議論し、時には財務報告書を読み上げ、時には単に彼らの希望や恐れについて彼に語りかけた。4日目、影山が目を覚ますと、5人の少年全員が彼の部屋の周りの様々な不快な姿勢で眠りこけているのを見つけた。衰弱しているにもかかわらず、彼は微笑んだ。いつから、このストリートで鍛えられた子供たちが、彼の世界の中心になったのだろうか。治療の第一段階が終わると、プロジェクト、不死鳥の財務面が加速した。陸は毎日モーガン・インベストメンツに出社し、スポンジのように情報を吸収しながら、立花の乗っ取り計画に関する情報を慎重に収集していた。彼は主要株主に接触している。陸は、夜の戦略会議で報告した。取締役会の再編成を条件に、プレミアム価格での買収を提案している。訳せば、私を追い出せ、ということか。影山は、まだ弱踊りじしいが明晰な頭で言った。一方、AI アルゴリズムは期待を上回っている。会が誇らしげに発表した。わずか10日で、テストポートフォリオで 18% のリターンを生み出した。空は、彼らの安全なサーバーに複雑なグラフを表示した。パターン検出は機能している。市場の変動を、それが起こる前に見ることができる。本格的に展開できるまで、あとどのくらいだ、影山が尋ねた。2週間双子は声を揃えていった。もっと早いかもしれない。その夜、影山がベッドから彼らの進捗状況を確認していると、静かなノックが聞こえた。20年来の秘書である林悦子が、ファイルを持って入ってきた。ご依頼の書類です。会長。彼女はそう言って、彼のそばにそれらを置いた。彼女の目は、彼のベッドを取り囲む医療機器に止まった。取締役会が質問を、立花氏が動いています。放っておけ。影山は答えた。すべては計画通りに進んでいる。悦子はためらった。本当でしょうか。あの子たちが、実際にあなたの治療を手伝っているというのは。影山は、20年間、彼の最も信頼する従業員であった女性をじっと見つめた。手伝う以上だ、林くん。彼らは私の命を救っている。彼女の表情は見とれなかった。あなたが何をされているか、ご理解されていることを願います。会長。彼女が去った後、不穏な感覚が残った。影山は陸にテキストメッセージを送ろうと、安全な電話に手を伸ばしたが、それがベッドサイドのテーブルからなくなっていることに気づいた。不安な感覚は、警報へと深まった。影山のなくなった電話は、即時のセキュリティプロトコルを発動させた。双子は追跡システムを起動させ、陸は治療室へのアクセス権を持つ各スタッフに聞き込みを行った。何もない陸は、苛立ちを隠せない声で報告した。追跡によれば、まだ屋敷の中にある。だが、
どこを探しても見つからない。故障している可能性は、影山は、まだ治療で弱踊りじしいまま尋ねた。俺たちの技術は、小しない。甲斐は絶対的な自信を持って断言した。答えは夜明けに訪れた。屋敷の改造された防犯カメラを監視していた俊が、影山の部屋に飛び込んできた。これを見てください。彼は、影山の手にタブレットを置いた。映像には、影山が眠っている間に彼の部屋に入る林悦子が映っていた。彼女は彼の電話を取り、プロジェクト不死鳥に関する書類を写真に撮り、去る前に全てを慎重に元に戻していた。いつだ、影山の声は、かろうじて囁き声だった。昨夜です。彼女が訪問した後だ。俊は答えた。まだあります。春が前に進み出ていった。セキュアサーバーの記録によると、誰かが屋敷の内部から、俺たちの治療プロトコルにアクセスしている。影山は短く目を閉じた。20年間の忠誠心、あるいは、そう思っていたもの。彼女を、今すぐ見つけろ。彼らは、モーガン・インベストメンツの彼女のオフィスで、何事もなかったかのように冷静に仕事をしている悦子を見つけた。警備員が彼女を、影山が待つ私的な会議室に案内した時も、彼女の落ち着きは決して崩れなかった。なぜだ、影山は簡潔に尋ねた。悦子のプロフェッショナルな仮面がついにひび割れ、苦い憤りがあらわになった。23年です。会長。私はあなたに23年間、私の人生を捧げてきました。そして私は、君に十分な報酬を与えてきたお金。彼女は甲高く笑った。私が欲しかったのは、お金だけではありません。承認、パートナーシップ、あなたの隣の場所です。彼女の声は硬くなった。それなのに、あなたは、このドブネズミどもを連れてきて、彼らをあなたの後継者にした。私が何十年もかけて築き上げたすべてに、彼らがアクセスできるようにした。裏切りは深く突き刺さったが、影山は声の平静を保った。誰と組んでいる？橘か。彼女は冷たく微笑んだ。橘様は、忠誠心と才能を評価してくださる方です。買収の後、私に副社長の地位を約束してくださいました。そして私の治療情報、私の個人的な医療の詳細は、保険ですよ。彼女は答えた。あなたの精神的不安定さの証明です。死にかけている億万長者が、ストリートチルドレンに実験的な医療を託している。取締役会は、今週末までにあなたを解任するでしょう。影山は身を乗り出した。君は、重大な計算違いをしたな、林君。この、ストリートチルドレンは、君が想像する以上に、ブリリアントで、忠実だ。彼女の自信がわずかに揺らいだ。もう手遅れです。橘様は全てを手にしました。あなたの小さな家族ごっこは、終わりです。見てのお楽しみだ。影山は、警備員に合図しながら答えた。それまでは、君の雇用は本日をもって終了とする。退職金は、秘密保持契約を条件として後日支払われる。彼女が連れ出された後、影山は家に戻り、少年たちが封じ込めプロトコルを実施しているのを見つけた。双子はすでにセキュリティ侵害を無力化しており、陸は財務魔と損害を評価していた。彼女は橘に全てを送った。陸は厳しい顔で報告した。治療プロトコル、初期のアルゴリズム設計、俺たちのセキュリティ設定まで。どのくらい悪い？影山は尋ねた。十分に悪い。春が言った。治療のタイムラインが危険にさらされている。すべてを加速させる必要がある。影山は、彼らの心配そうな顔を見た。スポーツやビデオゲームで遊んでいるべき子供たちが、企業スパイ活動や末期の病気と戦っている。一瞬、疑念が忍び寄った。彼らを自分の戦いに引きずり込むのは、自分勝手ではないか。彼の考えを読んだかのように、俊が口を開いた。諦めるなんて、考えもしないでください。リスクは分かっていた。陸がきっぱりと付け加えた。そして、俺たちは路上でもっと悪い状況に直面してきた、と空が言った。甲斐は同意してうなずいた。それに、彼女は決定的なミスを犯した。それは何だ？影山が尋ねた。春はわずかに微笑んだ。彼女が盗んだのは、不完全なデータだ。俺たちは、本物の治療法を別に開発しながら、おとりのプロトコルを作業していたんだ。裏切りが発覚して以来初めて、影山は希望のかすかな光が戻ってくるのを感じた。これらの並外れた子供たちは、彼を驚かせ続けた。ならば、反撃だ。彼は即座に宣言した。林悦子の裏切りの翌朝、影山健三は倒れた。実験的な治療法が、ストレスと彼のすでに衰弱した体と相まって、限界を超えたのだ。救急隊が呼ばれたが、少年たちは公立病院ではなく、セキュリティを維持し、
彼らの修正されたプロトコルを継続できる私立の医療施設を主張した。会長、これに強く反対します。影山の主治医は、彼が聖ルカ国際病院の特別病棟に落ち着くと、そう主張した。これらの型破りな治療法が、効果を上げています。春が、影山の最新の血液検査結果を掲げながら割って入った。がんマーカーは、10日間で 18% 減少しました。医師は、小さな少年を信じられないという顔で見つめた。そんなことは、不可能だありそうにない。です。春は訂正した。不可能ではありません。影山が一時的に職務不能に陥ったため、少年たちは彼らの緊急時対応計画を実行に移した。陸はリーダーシップを取り、彼の15歳という年齢をはるかに超えた成熟さで危機に対処した。責任を分担する必要がある。彼は、影山の病室で兄弟たちに告げた。俺がモーガン・インベストメンツを担当し、立花を抑える。空と海は、我々のデジタルインフラを確保。俊は、世論を管理。春、お前は影山さんの治療に完全に集中しろ。各少年は、指定された役割に身を投じた。陸は、彼の路上の出自を完全には隠しきれないオーダーメイドのスーツに身を包み、モーガン・インベストメンツの役員フロアに更新した。影山の解任を画策していた取締役たちは、自分たちのビジネスと影山が設定した法的保護を驚くほど把握しているティーンエイジャーに直面することになった。影山会長は、治療中の間、私に限定的な代理権を与えています。陸は、印象的な法律文書をテーブルの上で滑らせながら発表した。彼を CEO として解任しようとするいかなる試みも、即時の訴訟と、すべての役員株式オプションの凍結を引き起こすでしょう。一方、双子はデジタル防衛を固めると同時に、市場予測アルゴリズムを改良するために昼夜を問わず働いた。彼らは、悦子の裏切りが予期せぬ銀の裏地を持っていたことを発見した。立花の技術チームは現在、おとりのアルゴリズムの解読に集中しており、貴重なリソースを浪費していた。俊は、彼の芸術的才能をもって、慎重に練られた広報戦略を作り上げた。影山の広報チームと協力し、彼は影山の順調な治療と、彼の注目すべき養子たちの継続的な指導に関する戦略的な最新情報を発表した。少年たちが児童養護施設を訪問し、地域奉仕活動に参加している写真が、立花の影山の能力に関するささやきキャンペーンに対抗する、好意的な報道の波を生み出した。春は、影山のそばをほとんど離れなかった。治療プロトコルを調整していないときは、医学雑誌を読み、慎重に精査され、その機密保持のために惜しみなく報酬を支払われた世界中の専門家と、控えめに相談した。少年の並外れた医学的直感と、無限の決意が組み合わさって、懐疑的な医療スタッフでさえ無視できない結果を生み出し始めた。入院から1週間後、影山が目を開けると、5人の少年全員が彼の部屋で、ラップトップや書類、食べかけの食事に囲まれて眠っているのを見つけた。衰弱しているにもかかわらず、彼は微笑んだ。これが、家族というものの姿だった。乱雑で、献身的で、困難に直面しても屈しない。進捗報告を彼はかすれた声で囁いた。春は即座に目を覚ました。影山さん、あなたのマーカーは、今や 30% 減少しています。修正されたプロトコルは、予想以上に効果を上げています。他の者たちも目を覚まし、その疲れた顔には安堵の色が見えた。立花は、影山は尋ねた。陸が前に進み出た。今のところは、封じ込めています。彼は動いていますが、我々は一つ一つに対抗しています。取締役会は分裂しています。アルゴリズムは、完全に稼働中だ。会が発表した。双子は誇らしげな視線を交わした。必要なら、あなたの治療費を何年分も賄えるだけの資本を、すでに生み出している。そして、世論は、影山は俊の方を向いた。我々に有利に傾いています。俊は報告した。あなたの地域社会への取り組みが注目を集めています。人々は、知花の動機に疑問を抱き始めています。影山は彼らの顔をじっと見つめた。戦う理由、彼の遺産、彼の家族となった子供たち。君たちは、非常によくやった。私ができたであろうことよりも、ずっと、最高の人から学びましたから、陸は簡潔に答えた。影山がゆっくりと回復を始めるにつれて、新たな決意が固まった。これはもはや、単に彼の病気を生き延びることや、彼の会社を守ることだけではなかった。これは、家族、たとえありそうもない状況で築かれた家族であっても、どんな嵐にも耐えられることを証明することだった。
影山の入院から2週間後、彼が日々力を取り戻していくにつれて、世界中の金融市場が揺らぎ始めた。最初は軽微な変動だったものが、すぐに複数のセクターにわたる劇的な下落へとエスカレートした。アルゴリズムが予測した通りに起こっている。陸は、私立医療スイートの影山のベッドの上にチャートを広げながら説明した。過大評価されたハイテク株、エネルギーセクターの脆弱性、そして銀行の不安定さが重なった完璧な嵐だ。影山は双子の予測モデルの精度に感心しながらデータを研究した。そして我々のポジションは保護されている。空が確認した。72時間前に資産を安全な場所に移した。橘は影山が尋ねた。トーマスは顔をしかめた。大規模に危機にさらされている。彼はまさに間違ったセクターで限界までレバレッジをかけている。ウォール街は混乱に陥った。金融ネットワークは投資家たちが財産が蒸発していくのを見守るパニックの光景を放送した。モーガン・インベストメンツのオフィスは嵐の中の不気味なほどの静けさの島となった。陸が超自然的な自信を持って影山のオフィスから業務を指揮していた。ウォール街の若き魔術師ある金融番組は彼をそう呼んだ。カメラが彼の3倍の年齢のベテラン役員と協議するティーンエイジャーの姿を捉えたからだ。市場の混乱から3日目までに影山はオフィスに短時間姿を見せるのに十分なほど回復していた。それは彼の回復中の体に過度の負担をかけずに強さを印象づけるために瞬によって慎重に演出されたものだった。橘グローバルが緊急会議を要請しています。彼の新しい秘書が知らせた。橘様ご自身からです。影山は陸と視線を交わした。明日、予定を入れろ。彼らのオフィスではなく、ここでだ。橘五郎はいつもの尊大さを全く伴わずに到着した。彼のオーダーメイドのスーツは、眠れない夜と増え続ける損失の緊張を隠しきれなかった。彼の後ろには、かつて影山の養子家族を嘲笑した3人の他の役員が続いており、皆、同じように絶望的な顔をしていた。影山さん橘は、さりげない口調を装って切り出した。この市場の状況は、前代未聞ですな。そうかね、影山は穏やかに答えた。我々のアナリストは、この調整を数週間前に予測していたが、橘は、調整という言葉にひるんだ。彼の会社を壊滅させている事実上の暴落に対する、あまりにも控えめな表現だったからだ。我々は、相互に利益のある取り決めについて話し合う必要があります。橘は続けた。緊急の資本注入、あるいは、パートナーシップを。パートナーシップ、陸は信じられないというように繰り返した。あなたが敵対的買収を試みた後で、あなたが盗まれた情報を使った後で、橘の顔は、ティーンエイジャーに話しかけられたことに曇ったが、絶望が彼の口調を丁寧なものに保たせた。ビジネスはビジネスです。我々は皆、時には攻撃的な動きをします。影山は身を乗り出した。理解させてくれ。君は、私を破壊しようとした男の会社を、私が救うことを望んでいるのか。私の病気を切り札として使い、私の息子たちをドブネズミと呼んだ男の会社を、市場は数ヶ月は回復しないでしょう。他の役員の一人が、必死に割って入った。その頃には、我々は破産しています。何千もの雇用が失われ、退職金が消え去るのです。影山は陸の方を向いた。我々のアルゴリズムは、適切なリスク管理と倫理的なガバナンスを実施する企業について、何を予測している。陸は間髪入れずに答えた。8週間以内の回復。四半期末までには、適切なセクターで大幅な成長の可能性あり。部屋の沈黙は、耳が痛いほどだった。ついに、影山は立ち上がった。諸君、一つの条件で、支援を検討しよう。何なりと橘は素早く言った。影山は微笑んだ。私の息子たちが、条件を説明する。注意深く聞くことをお勧めするよ。影山が、春が遅らせることはできないと主張した予定された薬を飲むために席を外すと、彼は陸が、東京の金融界と、市内の無数の脆弱な若者たちの生活を再形成するであろう条件の概要を説明し始めるのを聞いた。皮肉は、影山にも明らかだった。慈善事業の対象であったストリートチルドレンが、今や、彼らを嘲笑したまさにそのエリートたちの運命を決定している。そして彼らは、復讐心からではなく、ビジョンを持ってそれを成し遂げているのだ。1年後、影山健三が末期がんの診断を受けたその日に、彼は新しく落成した、影山若手イノベーター財団の演台に立っていた。
かつては苦境にある地区の打ち捨てられた倉庫だった壮大な建物は、今やイノベーションラボ、教育スペース、そして移行期の若者のための住居で輝いていた。12ヶ月前、私が診断を受けた時、影山は、感情が根底にあるにもかかわらず、力強い声で話し始めた。私は、自分が終わりに直面していると信じていました。しかし代わりに、私は始まりを見つけたのです。聴衆は、ビジネスリーダー、医療専門家、そしてあらゆる背景を持つ若者たちという、注目すべき混成集団で、うっとりと聞き入っていた。最前列には、揃いのネイビーのスーツに身を包んだ5人の少年が座り、彼らが救った男が彼らの物語を語るのを、誇らしげに見守っていた。医学界は、私の回復は革新的な治療プロトコルによるものだというでしょう。影山は続けた。金融アナリストは、モーガン・インベストメンツの驚異的な成長を、予測アルゴリズムと戦略的パートナーシップに帰するでしょう。どちらも正しい。しかし、不完全です。彼は一息つき、息子たちをまっすぐに見つめた。私を本当に救ったもの、すべてを変えたものは、最も予期せぬ場所で、家族を見つけたことでした。私の富の向こうにある私の空虚さを、私の力の向こうにある私の脆弱さを見抜いた、5人の並外れた若者たちです。財団の発足式典は、彼らの注目すべき旅の集大成となった。春のがん治療法が知られるようになった、影山プロトコルは、今や世界中の患者を助けていた。双子のアルゴリズムは、その利益を通じて社会的な取り組みに資金を提供しながら、市場予測に革命をもたらした。旬の芸術的ビジョンは、財団のデザインを形作り、背景に関係なく創造性が開花できる空間を生み出した。陸は、ビジネスにおける影山の真のパートナーとなり、企業文化を内側から変える新鮮な視点をもたらした。式典の後、客たちが財団の中央アトリウムで歓談していると、林悦子が10代の若者たちのグループを連れて近づいてきた。彼女が今率いている、ストリートアウトリーチプログラムからの第1期生だった。あなた方にお見せしたいものがあるそうです。彼女は、影山と少年たちにそっと言った。一人の少女が、緊張しながら前に進み出た。私たちは、子供たちが安全な場所やサービスを見つけるのを助けるために、このアプリを開発しました。彼女はタブレットでプログラムを実演した。信頼できる接続がない人のために、オフラインでも動作します。影山は、彼の息子たちが、真に理解している者たちの自然な来やすさで、すぐにティーンエイジャーたちと関わり、提案や励ましを提供しているのを見守った。そこには見下すような態度はなく、距離もなく、互いの苦闘と強さを認識し合う若者たちの間の、つながりだけがあった。その夜遅く、毛のプライバシーの中で、影山一家は、すべてが始まった場所である書斎に集まった。取締役会は、満場一致で君の指名を承認した。影山は陸に告げた。君は、財団史上最年少の専務理事になるだろう。本当に、いいんですか？陸は尋ねた。人々は噂するでしょう。させておけ。影山は微笑んだ。結果が、彼らの口を閉ざさせるだろう。春が、影山の最新の医療結果を持って近づいてきた。完全寛解です。彼は、誇らしげに発表した。公式に確認されました。じゃあ、これからどうするの？俊が尋ねた。計画したことは、全部やったじゃないか。すべてではない。影山は、思慮深く答えた。世の中には、君たちのような他の子供たちがいる。発見されるのを待っている。他の可能性が。新しいプロジェクトを、双子は同時に尋ね、目が輝いた。影山は、彼の人生が終わりだと思っていた時に彼の人生に入ってきた。この並外れた少年たちを見回した。真の遺産とは、建物や銀行口座で測られるものではなく、変えられた人生で測られるのだと、彼に教えてくれた少年たちを、いいや彼は微笑んで言った。新しい章の始まりだ。